ぐる不思議な動き。今回は消しゴム紙の作り方を紹介します。消しゴム紙の中身を取り出してみましょう。今回はこの消しゴム紙の中身を作っていきたいと思います。準備するものは消しゴム、振動モーター、ボタン電池ホルダーです。今回振動モーターは秋月電子の格安訳あり品を使います。ボタン電池ホルダーは LR44 用。 LR44 は 1.5V のボタン電池。振動モーターの使用範囲を下回っていますが、小さく収めたいのでこれを選びました。振動モーターと電池ホルダーをハンダ付けします。これでハンダ付けは終了です。電池を入れてみましょう。無事に動きました。消しゴム紙の魂、ここに降臨。では次に消しゴムを加工しましょう。消しゴムをカットしていきます。まずは底の部分。こんな感じです。続いて頭の部分。少しくぼませてフィッティングよくします。こんな感じです。では中身を入れてみましょう。こんな感じです。はい、出来上がりです。次にもっと簡単に作れる元祖消しゴム紙の作り方を紹介します。これは元祖消しゴム紙の中身です。電池ホルダーはありません。直接セロテープで貼り付けただけです。電池ホルダーがない分少しコンパクトです。スイッチのオンオフはセロテープの貼り直しなので接触不良を起こしがち。数回貼り直したら交換が必要です。こんな欠点はありますが、やはりコンパクトさは強み。狭い空間にも入り込めます。消しゴム紙と元祖消しゴム紙、今回はこの2つの作り方を紹介しました。消しゴムの大きさや重心の位置、振動モーターの種類などが変われば動きもまた変わってくるかもしれません。さらには消しゴムではない何かへ派生することも考えられます。今回はここまで。消しゴム紙がさらに進化するとどうなるのか、皆さんもぜひアイデアを出し次世代消しゴム紙を作ってみませんか？